マフィー姉さんの YouTube におかえり。はい、お願いします。好きなお酒とかありますか？ないなら好きなドリンクとかありますか？お酒はあんまり飲まないので、好きなドリンクね。正直私、水以外あんまり飲まないんですよね。なので、水でいいですかね。水以外だったら、スターバックスのアイスホワイトモカフラップのソイでホイップなし。次の質問は、クロナさんから動画投稿を使用したきっかけ。あと、これに似たような質問もあります。はぐるまさんから、なんで YouTuber になろうと思ったんですか？ YouTube は趣味としてやってました。私、いろんな趣味とか、ゲーム実況とか他のみんなにも見せたいし、もともと配信者なので、配信時々見れない方は結構多くて、何回も私の動画を見れるように、YouTube も始めましたね。次の質問は、L さんからの質問です。こんにちは、マフィーネ。僕は未来から来た人間です。まずは YouTube 登録者数700人突破おめでとうございます。早いね。僕の質問はこれです。シチュエーションボイスを始めたきっかけは何ですか？怖いはずなのに、あなたの病んでるボイスに癒された。ぜひ教えてください。僕、気になります。ありがとうございます。で、まずは、700人まだ突破してないですね。これ見たとき600いったばっかりだと思う。今、録音してるときは698人ですね。早い。で、質問はそうですね。シチュエーションボイスを始めたきっかけですね。これに似たような質問もありました。カイトくんから病んでるボイスを取ろうと思ったきっかけは何ですか？もともと、YouTube、趣味でやろうと思いましたけど、時間が経ったら、普通の動画なら、伸びないんだよねと思って、じゃあ、シチュエーションボイスやってみようと思って、何個も投稿したんだよね。で、見たら、ヤンデレボイスが一番伸びたんだよね。それで、シチュエーションボイスもやり始めて、で、ヤンデレボイスも、真冬といえばヤンデレみたいな感じになってて、すごい怖い。でも、そうですね。伸びるから。で、続きの質問は、全部カイトくんから来ました。ありがとうございます。結構多いですね。ありがとう。まずは、好きな食べ物&飲み物は何ですか？さっきも言いましたけど、飲み物はそうですね。さっきも答えました。でも食べ物の話でしたら、日本の食べ物なら、お好み焼きとたこ焼きが好きです。あと、チキンカツ大好き。フィリピン料理なら、もう一個の質問も入れます。おすすめの美味しいフィリピン料理は何ですか？カレカレっていう食べ物が大好きです。もう一個はシニガンっていう食べ物が大好きです。はい。今後、こんなシチュエーションボイスを取りたいなっていうボイスはありますか？あるかな？でも、吸血鬼は結構大好きなんだよね、私。あと、いつか、ああいうシチュエーションボイスも取りたいと思うので、S 女子で M 男子みたいなのが取りたいですね。はい。はい、次行きます。物語シリーズの中で何物語が好きですか？一番好きな物語ですね。やっぱり恋物語ですかね。大好き。いい話でした。ヤンデレ、メンヘラはどう思いますか？また、その人たちと付き合うことができますか？これに似たような質問もあります。多分同じ人かもしれないですね。リリくんから来ました。はい。正直ですね、ヤンデレとメンヘラは、二次元でしたらもう全然ね、いいんだよね、二次元だったら。でも、三次元だったら付き合えないね、正直無理。だって、それ、良くない性格ですよ。はい、次の質問いきます。これ全部、タタラくんからの質問です。こんちゃ、タタラ星です。配信はしますか？するんだったら、ホラゲ、もしくは RFA リングフィットアドベンチャーをやってほしいです。はい、そう、私、配信してますね。毎週配信してます。で、ホラーゲーはね、いつかやりますよ。RFA は、いつか
失礼ですが、おいくつですか？私は23歳です。今年の11月の21で24歳になります。好きな曲は何ですか？曲か、結構多いね。お姉さんいろんな曲聴いてますからね。とりあえず、Spotify の再生数が高い曲を出します。はい、これです。ドーン。ジャンルだったら、歌い手さんが歌う曲とか、ボカロも結構好きだし、J-POP も好きだし、VK も結構好きですよね。好きな漫画やアニメ、ジャンルでもいいは何ですか？逆に嫌いな漫画やアニメは何ですか？アニメだったら、銀玉、物語シリーズ、坂道のアポロン、3月のライオン、タイトルが長いやつ、落語のやつ。タイトル長い。あと、漫画は、私の少年はまだ読み終わってないので、後半まだ買ってないので、めっちゃ好きかどうかわかりませんけど、ブルーピリオッド結構好き。大好き。あと、クズの本会ですね。あれ、もう、ひどすぎて好き。好きなジャンルだったら、日本だとレディコミのもの結構好きですね、私。で、逆に嫌いなものですね。ハーレム系と、ロボットのやつ SF はあんまり好きじゃないですかね。嫌いじゃないけど、あんまりいいかな。いいアニメだったら見るけどね。身長158センチ、体重54キロ、太ももの太さ54センチの男性はどう思いますか？なんとも思いません。収益化通ったら何に使えますか？お金ですか？何に使う？まずは、お母さんのお好みのバッグを買ってあげて、で、その後は、日本に住めるようになるためにお金貯めるね。自慢できることは何ですか？自慢できることね、私、お手手結構綺麗ですよ。顔出ししますか？しません。するとしても、全部じゃないです。おそらく、目だけになりますね。コラボしたい人はいますか？ななきくんが私でいいなら、コラボします。何の仕事しているんですか？私は、英会話の教師してます。次の質問です。次の質問は、うまうまくんから来てます。ヤンデレ志望の投稿が多いですが、マフィー姉さんの性格はどんな感じですか？また、名前の由来を教えてください。すごい質問ですね。性格ですね。性格は、すごい人見知りで、陰キャで、人怖い男性苦手です。はい、それが私です。人見知りすぎて、お店とかで、これお願いしますとかも、言ってるときは手震えてますよ。名前の由来は、これはすごいひどい答えなんですけど、ギブンっていうアニメや漫画知ってますか？中のキャラクター、マフィユくんとリツカくんの名前で悩んでたんだよね、私。私、季節が入ってる名前結構お好みで。で、友達のみんなに、リツカとマフィユ、どっちの方がいいって聞いたら、みんなマフィユの方がいいって。マフィユになりましたけど、マフィユっていう名前を調べたら、マフィユっていう名前の女性が多くて、じゃあマフィユ姉さんにしようかなと思って、マフィユ姉さんになりました。英語の質問ですね。How did you learn Japanese?Any tips on how to practice? So at first, I just kept watching anime and I learned very basic words like arigato, so it means thank you, and then so on and so forth. But when I entered high school, there was this club kind of thing in our school wherein you get to learn Japanese, but just the really basic ones. So I learned greetings, introductions, and other basic stuff. But since it felt super lacking at school, I just decided to learn everything by myself. And then I also found friends I could practice with, like actual Japanese people. I'm grateful they allowed me to speak with them. So as for tips on how to practice, if you're trying to learn how to write Japanese, I really recommend writing for 15 minutes or 30 minutes every day.
every day. So if you allot just a bit of time just to practice every day, you're gonna improve gradually. So what I did to learn how to read and write, I had a copy of hiragana and katakana. I'd write them down at first, and then as the days passed by, I tried writing them down without looking at the copy. So of course, I'd still forget some letters. So I'd look at it and then write it down, and then so as the days pass by, I'd start writing without looking at all. So it's really helpful. As for speaking, I recommend you find someone who can speak Japanese that you can practice with, because when you learn a language, any language, it's really recommended for you to find someone to practice with, because language is something you speak. So it's better if you find someone who can speak with you. By practicing with someone, you can test your listening and speaking skills. So I really recommend that. What inspired Mafuyune-san? I really like this streamer before named Koron. Koron-kun ne? He used to stream like almost every day, and his streams always made me happy and energetic. So even if I had a really bad day, I'd know that he'd do a stream and I'd feel happy afterwards. Even though I'm not really used to talking to other people, I felt like by streaming, I can fix that problem slowly, but I can also say whatever I want to say, since I'm not really looking at someone physically or talking to someone physically. I'm not talking to someone face to face. Instead, I'm just talking through the microphone. So I don't have to feel super nervous all the time. So I can just stream whenever I want, when I feel sad, when I feel happy, or I can just open the stream without even saying anything. It's really nice to feel like you're with someone when you stream or when you listen to a stream. So that's what I felt when I listened to Koron-kun. So that's why I started this whole project as Mafuyune-san. はい、次の質問です。ゴンベさんから来てます。好きなお寿司のネタは何ですか？お寿司ですね。それは、サーモンに決まってますよ。次の質問は、配信は不定期になさってるんですか？そうですね。昔は毎日配信してましたけど、毎日配信したら、だんだんネタとかがなくなるし、話すことがないのに配信するのはちょっとあれだし、あとクオリティ下がるからね、みんなに申し訳ないなと思って、そうなので、不定期ですね。ごめんね。とりあえず、毎週になってるので、毎週の12時、夜12時になったら、配信するかどうか見てみようかってね。とりあえず、ツイッターで、サブアカの方で先にツイートしてますので、ぜひぜひ。次の質問は、ゆうとくんから来てます。ありがとうございます。好きなアーティストさんはいますか？俺はスマップとダパンプが好きです。好きなアーティストですね。結構多いですね。まずは、学芸大ジュネスさんも好きだし、Man with a Mission も好きだし、Thrive も好きだし、ストプリ曲による好きだし、あと Fuya Extended さんも好きです。まだいろいろいますので、ぜひ Spotify を見てください。最後の質問です。好きな YouTuber はいますか？ななきくんです。ななきくんと、かなめとはるきさんと、ポッキーさんと、モノパレさんと、ニクチョモさんと、スー&ベッチさんと、まだまだいます。じゃあ今日の動画見てくれてありがとうございました。マフィーネさんへの質問コーナーでした。500人記念としてこれやりましたけど、まさかのもう700人突破する感じになりますね。みんな本当にありがとうございました。参加できなかった方は今後もまたやりますので、ぜひぜひ送ってください。チャンネル登録してない方はチャンネル登録してください。通知、高評価押してね。Twitter のフォロー、ツイキャスのサポート、サブアカ Twitter のフォロー、LINE 追加、ファンティア、入って。はい、ありがとう。